その時計ファッションとしてイケてます？洋服は気を使ってるけど時計は適当。逆にマニアックに走りすぎちゃう。いや、やっぱり時計はステータスでしょ。でもそういうとこ人に見られているかもしれません。男性にとっての最重要ファッションアクセサリー、腕時計。何をつければファッション文脈に乗ってくるか。デザイナーの僕が5000円から200万円の予算で選びました。時計はスマートウォッチで十分と考えている皆さんも必見の動画、最後までご覧ください。皆さんこんにちは。ファッションデザイナーの石川俊介です。はい、石川さん、ずらっと並んでおります。並べてみました。なんかエディさん、どんな時計欲しいとかってあります？どんな時計か、いやあるんですけど、僕に多分時計選ぶセンスがないと思う。なんで？多分そもそも時計の種類そんなに知らないし、なんか失敗したくないから、これって決めきれない。あんまセンスというかね、あんま知識いらないと思う。本当ですか？別にそんなになんかマニアックな方向に走りすぎてしない方がいいし、ある程度普通のものつけてるのが一番いいと思いますよ。なんかね、ファッション業界とかファッションの世界で考えた時に、時計をあんまり凝りすぎちゃうっていうのはちょっと外れちゃうと思う。結構ファッション業界の中で暗黙知的にこの辺の時計いいよねみたいなことがずっとささやかれてきたものがあるし、みんながつけてきたものがあって、そういうのって意外とそんなに外れてない時計が多い。エディさん知ってる時計の範囲の中で十分だと思う。本当ですか？だからその中でなんかこれ好きだなと思うものを選ぶだけでいいと思います。で、なんかその辺のじゃあファッション業界の人が時計ってどう考えてるのみたいなところも今日お話をしながらですね、こういう時計がいいんじゃないっていうおすすめを皆さんにしていければいいなというふうに思っております。で、個人的な意見でいくと、僕も今はもうスマートウォッチで十分だと思ってますと。確かに。なんで今エディさんもアップルウォッチしてますけど、アップルウォッチでも十分じゃないかなっていう気はしてるんですが、とはいえなんかメンズのアクセサリーっていうことを考えると、変にジャラジャラつけるってもうちょっと僕はあんま好きじゃないっていうところで言った時に、ある意味男性に残された最後のアクセサリーぐらいの感じで思ってるんで、その辺としての腕時計を今日は見ていきたいと思います。最初にファッション業界の人がそんなにいろんなマニアックな時計いかないよって言った理由の一つが、ファッション業界の人って洋服に金使わないといけないんで、時計に枚数予算が少ないのかもしれない。確かにそうか。そうなんですよ。で、買わないといけないもの結構いっぱいあるんで、そうなった時にじゃあ時計もこだわってマニアックにっていう感じにはならないのかな。なんで今日出てくるブランドぐらいのところで収めてるとちょうどいいぐらいかなというふうに感じますっていうところですかね。で、結局どういう時計がいいのっていうところでいくと、今までお話しした通り、一つ目、あまりマニアックなマイナーなブランドには手を出さなくていいんじゃないですかっていうのが一つ目です。時計業界の中では、時計好きな人は時計業界の中ではメジャーだと思ってる時計も、ファッションの観点からいくと、それマイナーですよねみたいなものも結構あるんで、そこはそんなに手を出さなくていいかなと。で、2つ目、あんまりごちゃごちゃしたデザインの時計って今欲しくないですよねっていうか、今のファッションにもなかなか合ってこないと思います。で、ちょっとギラギラした時代は良かったんですけど、そういう時計は一旦置いといていいんじゃないかなと思います。で、3つ目、先ほども言いましたけど、ファッション文脈にのっとった時計ぐらいにしとく方が、今このチャンネルを見てくださってるファッション好きな方たちにとってはいいだろうなっていうふうに思います。で、そこに関しては日本って雑誌とセレクトショップカルチャーみたいなところがあったんで、その辺の人たちが取捨選択をこれまでしてきた過去の実績があるんで、その文脈にのっとったものにしてる方がいいだろうなと。で、あとはなんか洋服に合わせて数本は用意しとく方がいいですよねと。普段使いがスマートウォッチだとすると、なんかちょっと遊びに行く時のおしゃれめのアクセサリーとしてつける時計、あとはフォーマルな場でつける時計ぐらいの3本ぐらいあれば十分じゃないかなと思いますと。それでもどうしても迷うんであれば、もう Apple Watch 一択でいいと思いますと。というところで具体例やっていきましょうか。いいですか？はい、行きましょう。今日は時計優しく5000円予算ぐらいからいきたいと思っております。嬉しいね。
で5000円予算、1万円以下で買える時計で、セレクトショップさんなんかも結構取り扱っているところっていうと、一番筆頭に上がっていくのが今だとチープカシオになってくるかなという感じです。その中から1本選んでおります。カシオ AE1200WHD-1AJF、 通称カシオロワイヤルと呼ばれております。なんか文字ってる7700円の時計です。本当に安く買える時計なんですけれども、ちゃんとした機能が盛り込まれてますっていうところで、これが7700円で買えるのは素晴らしいなっていうので、これ何かっていうと、ここにね、世界地図が載ってるんですよ。世界の48都市の時間を表示できるっていう時計なんですね。で、そのうち4つの都市を選択しておいて、ここを押すと時間をその1回押すごとに4つの都市ずっと循環しながらやっていける。で、最初に設定してる4都市なんだろうと思って見たんですけど、東京、ニューヨーク、ロンドン、パリ。どんだけ西洋信仰が残ってる感じで、ね、いつの時代だっていうセレクトかなっていう感じがするんですけどっていうのが色濃く残ってる感じではあるんですが、そういうセレクトで今4都市が表示されるようになっております。で、この時計通称カシオロワイヤルって言われてるんですけど、これ007のカジノロワイヤルではなくてオクトパシで、ロジャー・ムーアが演じたボンドがその時はね、本当は成功だったんですって。成功のデジタルの時計をはめてたのとデザインがこれに似てるっていうところで、007、カジノロワイヤルカシオ、だいぶ遠いんですけど遠いなというので、そういうふうに通称で呼ばれてますっていう時計ですね。あとなんか昔のこういうカシオの時計とかで、昔はこれね、海外の東南アジア行ったりとか、あとこの間ペルーの時もなんかちょっとした日本のものをプレゼントで喜ばれるって言ってたんで、それこそボールペンでもいいって話だったんで、こんな時計あげると最高のお土産として喜ばれるなっていうのがですね。だって7700円って言いましたっけ？7700円。それはかなりのね、お土産感覚で持ってってあげてもいいじゃないですかっていうので、もちろんそれなりの作りではあるんですけど、でも十分な機能を持ってて楽しい時計だと思います。一応チープカシオっていうと A159WA N1JH っていうのが4400円からあるんで、こういうチープなカシオもね、ここ何年か流行ってますけど、可愛く見えてきた感じがありますよね。昭和感が、いい感じでいいと思います。では1万円予算、もうこうなってくるとこの時計を外すわけにはいきませんよねっていうところでいくと、カシオ G-SHOCK DW5600 UE-1JF オリジナルスクエア 14,300 円でございます。品番が長いカシオの時計1万円予算ぐらいで買える時計でいくと、もうこれが一番かなと。80年代から90年代、もう日本のストリートといえばもうこの時計ですよ、 G-SHOCK。 その中でも一番初期型、最初の DW5000C っていうのが1983年に発表されたんですけど、それのテイストを一番色濃く残してるっていうのと、この小ささがいいですよね、やっぱり。今やっぱあんま大きな時計したくないっていう気分になってるんで、そういった意味でこれぐらいの小さい感じで、もうこうなるともう時計意識してませんよぐらいの感覚でつける時計としても非常にいいと思ってて、でもその80年代90年代の流行でスーツにこれつけてるのが当たり前になってるじゃないですか、全然誰も違和感持たない感じになってるんで、そういった意味でももう日本のスタンダードとしていい時計だと思いますっていうところでいくと、これ1983年発表、アイスホッケーのホッケーで、パーンと叩いたりとか、ホッケーのスティックでCM を本当びっくりしてめっちゃ欲しかったんで、 G-SHOCK は本当すぐ買いましたっていうことです。でね、ちょっと思い出話していい？1983年当時ってなんかね、まだ日本キラッキラで、ファミコンこの年ですよ、生まれたの。そうか。もう子供たち狂気乱舞ですよ本当にキッズたちは狂気乱舞の年ですよ。でちょっと前にウォークマンが発売されてるんで、ヘッドホンして街に出るっていう新しい時代の幕開けがその頃からスタートしていった感じの、日本が本当にキラキラしてた時代を象徴する時計の一つだなと思いますっていう感じですかね。でこの1983年って時計にとってはすごい重要な年で、この後また出てくるんですけど、スウォッチ
が発表されたのも1983年なんですよ。うんだから時計の世界でいうと G-SHOCK とスウォッチっていうのが同じ年に出てきてっていうエポックメイキングな年でしたっていう感じのとこですよね。だから本当日本がセイコーとかが、まあ、カシオとかもそうですけどクォーツ時計作ってるということ、世界を70年でうわーっと席巻していって世界中の市場を奪っていってスイスの時計産業が本当に危機的な状況になった。1600社あったスイスの時計メーカー600社ぐらいまで減ったんですよ。マジっすか。スイスも水平分業って言って各工程でそれぞれバラバラの会社がいっぱいあったんですね。でそれをオメガとかロンジンとかあの辺のコンサルやってた人がこのままじゃダメだって時計産業を垂直統合していくぞって言って全部立ててその機械作るところから売るところまで全部できるような会社作っていくぞって言ってやってでスイスでも安い時計出さないといけないって言って作ったのがそっちなんですよ。でっていうのでそこからスイス時計産業あれでブワッと数売っていくことによって得たお金で高い時計は高くしていくみたいなところで今のスイスの高級時計が生まれるきっかけになった感じなんですね。でもこの話ねよく考えるとファッション産業全く同じなんですよ。日本って水平分業の細かい繊維の会社がいっぱいあってでそれが中国の登場によってガンガンと仕事を奪われていってガーッと縮小していった。で僕もここ10年ぐらいみんなにやっぱ垂直統合しないといけないですよっていう話をしてる感じなんですね産地の人たちに、その先行事例時計業界にあるじゃんっていう感じでしたっていう感じですかね。なるべくしてなっていかないといけない日本の繊維産業もみたいなところですかね。そしたら将来的にはスイス時計のようになれるかもしれないというところで頑張っていきたいなと思ってますという話でございました。続いていきましょう。話長くなるんで。はい、1万円予算。もう一個。ここはマニアックというか、1万円予算ぐらいだったら遊びでよくないっていうところの時計を1個紹介しておきます。やたら SNS に出てきて。見て、で、1個買っちゃった時計です。ラフォントスクエアメルティングウォッチスモールシルバー 17,300 円です。ちょっと外しで遊びの時計としてこの辺可愛くないですか？可愛いの。ネタ元わかりますよね。某フランスの C 社さんみたいな感じの時計なんですけれどもその某 C 社さんが1967年にクラッシュウォッチっていうのを出したんです。これめっちゃかっこよくてそれを昔僕検索かけててこの辺の時計が出てくるようになったんだと思うんですけど SNS に要は、言ってるには自動車事故でなんか時計がぐにゃっと潰れちゃったやつを再現して作りましたっていう時計でダリの時計みたいに歪んでるんですよ。めっちゃかっこいい。それがねちょっと前に1億超えたんですって1億超えた、なんかパリって書いてある文字盤にパリって書いてあるのとロンドンで書いてあるロンドンだと思うんですけど1億円超えたでその辺をオマージュして作られた時計です。でここもなんか2タイプぐらい作ってその某 C 社さんのクラッシュウォッチに近いようなタイプを作ってるんですけどこれはタンクって言われる方を歪めた感じでなんか可愛くないですか？可愛い。でこれいわゆるスモールなんでレディースサイズぐらいの感じなんですけど、アクセサリー的につけるなら今だったらこれぐらいの感じで男性もつけるのが可愛いよねっていうところで1個買ってきたもので金メッキだと思うんですけどゴールドケースもありますっていうところで。これは完全にアクセサリーとして、ちょっと時間も見れるよぐらいの感じでつけるのが可愛いかなと思いますっていう時計です。で安いしね。なんかあっても1万円台ですよね。そう1万円台で買えるんでいいと思いますっていうものです。続いて1万円予算3本目いきましょうか。スマートウォッチいきましょう。Xiaomi Redmi Watch 6 11,980 円。5月末に発売された時計新発売の時計ですっていうところでだいぶ軽いまずアプローチよりはアプローチは全然軽い感じなんでずっとつけてる分にも楽かなっていうのとアプローチとの最大の違いは値段もちろん安いですよ10分の1ぐらいの価格なんでバッテリーアプローチ毎日充電しないといけないじゃないですか、これ1週間以上持つ普通に使ってて1週間以上持つ1週間以上持つ、まだこれそんな日にち経ってないんですけど1回も充電してなくて3、4日まだ半分以上あるバッテリーすげえな。でこれってスマートウォッチめっちゃ重要なことじゃないっていう気がしてますと本当は寝てる時つけっぱなしの方がいいじゃないですか、絶対に睡眠時の記録取るんでこれもヘルスケア系がだいぶ充実してるんであともう一つがやっぱ出張の時結構やる
アプローチ用の充電器忘れたとか、うわもう明日から俺3日間使えないじゃんとか、アプローチみたいなことになっちゃうんです。これだったら1週間ぐらいの出張だったらそのまま充電器なしでいけちゃうみたいなところの良さがあったりしますよっていうところで、十分にねもうクオリティ的にはいいものになってきてるんで、まあこれも全然できるぐらい、あとベルト変えてあげる、バンド変えてあげるぐらいでも見た目だいぶ変わってくれるからいいんじゃないかなっていうふうに思います。でも個人的にはもう一個ちっちゃいサイズの方が良かったなっていう感じはしてるんですが、確かにアップルウォッチよりちょっとでかいんですかね。ちょっとでかいかもしれない。アップルウォッチの今でかい方知らないので、これ僕今42ミリしかないんで、これもちょっとでかいぐらいですかね。まあ、バッテリーの容量の問題とかあると思いますっていうものです。安いんでね、この辺は。続いて2万円予算。この辺でちょっとだけこうファッション性みたいなところも取り入れた時計をもう少し紹介していきましょうかね。っていうところでいくと、なんかねもう今この辺のプライスで買える時計だいぶ少なくなった。昔もうちょっとバリエーションあったんですけど、っていうところで行った時に1本ご紹介しておこうかなと思うのはブラウンですね。BN0021 レザー 26,400 円でこの時計が買えますっていうものです。まあ、いわゆるディーター・ラムスの考え方に基づいたような、でもともと彼らがデザインした時計をちょっと置き換えて作り直しましたみたいなものです。で積んでるムーブメント、これ日本製です。日本製のムーブメント積んでます。あと少し厚さがある感じなんで、これがもうちょっと薄いともっといい時計になるのになっていう感じはするんですが、でこの時計の特徴何かっていうと、ラグって言われるここにこう時計のベルトを挟むためね、止めるためのあのピンがつくあの部分がないっていうのが大きな特徴ですっていう感じで、いわゆる壁掛け時計をそのまま腕時計にしたみたいな感じですよねっていうデザイン。いわゆるドイツ的なミニマリズムみたいなものの象徴。まあ、バウハウス、実はディータ・ラムスって直接バウハウスと関係ないんですけど、まあ、その辺の思想的影響をしっかりと受けて作られている時計っていうところですよね。でいわゆるバウハウスから来るようなドイツ的なミニマリズムとか、その後のアートの世界におけるアメリカのミニマリズムとかって、まあ、なんかこうトレンドの波が来て、今ちょうどその最後トレンドの最後の部分ぐらいかなっていうところなんで、まあ今この辺をさらっとしておいてもらうのは最後のタイミングぐらいを楽しむ感じでいいんじゃないかなっていうふうに思いますっていうところで、いわゆるジル・サンダーとかその辺にぴったり合ってくるような時計ですよね。なるほど、という感じの時計でございます。続いてもうちょっと2万円予算がだいぶ少なくなったんで3万円予算いきましょうかね。2万7000円から39,999円ぐらいのところでいった時に1個紹介しておきたいのはタイメックスハーバーサイドコーストオートマチック TXTW2V72100 29,700円。長すぎる時計長い。まあね、本当は1万円予算とか2万円予算でタイメックス1個入ってくるはずだったんですけど、だいぶ値段上がっちゃってて、そこがなかなかなくなっちゃいましたっていう感じで、もう3万円予算ぐらいになってきましたよねっていう感じです。アメリカコネチカット州の時計メーカーで170年以上ですから、懐中時計の頃から時計を作ってる、まあ、歴史長いブランドですっていうところで、もともとタイメックスの時計の人気になった一つのきっかけが1950年代に拷問テストっていうのがあった。拷問テストその CM で人気になったって。で何かっていうと、これ野球のバットで時計打ったりとかスクリーンに巻きつけたりしてたんですって、ボートの。あれそれどっかで聞いたじゃんと思ったら、それを1980年代に CM でやったのねっていうのがこっちだったんだっていうのが G-SHOCK の元ネタみたいな感じかもしれないんですけど、 CM のっていうところですと。で、まあ、メンズのファッションの世界でいくと一番してる人が多くてっていうところでいくと、もともとディスポーサブルだった軍用時計、使い捨てのプラスチックのやつね、あれが一番有名で、あれも電池交換もできなくて終わったら捨てちゃうみたいな感じで、周りに12時間計があって、中に13時から24時までの表示があるというものですね。でこれなんですけど、これに関して言うと、これね、なんでこれ選んだかというと、まず一つはオートマチックです。これ振ってあげて機械式で使える時計で3万円予算で買えるものとしていいですし、まあ、いわゆるペプシ感と言われるこのデザインなんですけれども、ギリギリつけれるぐらいかな、ちょっと若干のチープさが逆に面白いかなと思ってですね、という時計として選びましたっていうところで、一応気を使って後ろもムーブメントが見えるようになってたりとかですね、自動巻きの
というところの遊びもあるんで、なんか初めてつける機械式時計とかっていうと、この辺がセイコーぐらいがいいんじゃないかなっていう感じで選びましたっていうものですね。で一応ねこれダイバー面じゃないですか完全に、はい、どう見てもダイバーじゃないですか。だけどこれ5気圧防水なんで手を洗ったりする時に濡れても大丈夫ぐらいで思っておいてくださいねと。なんで名前がハーバーサイド。なるほど。水の中に入っちゃダメですよと、ハーバーサイドで水しぶきがちょっとかかるぐらいでにしといてくださいねっていう意味なんだと思いますという時計ですね。おしゃれな名前つけてね、ちょっとそこが気が利いてていいですよ、ネーミングにという時計でございます。であと本当は僕が一番好きな時計のクォーツ版が3万円予算で買えますよっていうところでいくと、ベンラスタイプ2シルバー34,300円っていう時計がありますっていうので、これね僕本物を持ってるんですけど、もともと何かっていうと米軍の特殊部隊とか向けにベトナム戦争の頃に作られた時計でなんですよ。で後でちょっともうちょっとしっかりこの辺紹介したいんですけど、でそれをずっと僕大好きでずっとしてたんですけど、行方不明で今どっか行っちゃって分かんない。探して出てこなかった。好きすぎてもともと止まっちゃって、修理がめちゃめちゃめんどくさい時計なんで、修理出さないまま置いてたらどこ行ったか分かんなくなっちゃってまた本格的に捜索しないとなと思ってる時計です。でもともとねこの、時計ってベンラスっていう会社があって、一旦これね権利がちょっと移ってるんですよ。でアメリカの弁護士の方、時計大好きな弁護士の方がいろいろライセンス管理なんかもやってて、その人が買われて今再生を図ってますっていうメーカーなんですね。僕が好きなのはベンラスのタイプ1クラス A っていうものなんですけど、っていう時計、これは文字盤の違いでタイプ1タイプ2っていうのがあって、タイプ1の方がより好きでそっちを持ってたんですけど、この時計はもともとね1970年ちょうどベトナム戦争の時にミル W50717 っていうミルスペック、時計のミルスペックがあって、それダイバーズウォッチのミルスペックなんですけど、それの企画に合わせてベンラスが作った時計だったんですよ。でそれはもう軍関係者向けにしか配られてない。だからいわゆるグリーンベレーだったりとか、辺の人たちが時計つけた時計、僕ベトナム戦争史が大好きで、ベトナム戦争ファッションが大好きなんで、もうそういう僕にとっては最高の時計っていうところでなんですね。でこのちょっとマットな感じになってるんですけど、これステンレススチール光沢があると光っちゃうんで、全部サンドブラスター当ててマットにしてるんですよ。で文字盤も超シンプルでめちゃめちゃかっこいいのと、左右非対称なケースがめっちゃかっこいいっていう時計なんですね。僕はダイバーズウォッチの最高傑作だと思ってるんですけど、で僕らもね昔作ってたこれ、日本の時計メーカーさんと組んで、ちょっとデザイン変えないと衣装引っかかっちゃうっていうのでデザイン変えてたんですよ。だから昔からファンの方もしかして持ってらっしゃるかもしれない、うちが作ってたベンラスっぽい時計って、っていうぐらい大好きな時計ですね。本当武骨だけど美しいだけだと思います。バランス取れたちっちゃめでかっこいい。はい、というのが3万円予算です。続いて5万円予算いきましょうかね。5万円予算4万円ぐらいから7万9999円ぐらいの幅で考えておりますっていうところで、少し前に話題になりましたバイオセラミックムーンスウォッチミッショントゥーザムーン SO33M100 4万1800円から日本の正規価格でございます。オメガ×スウォッチのコラボですね。要はスピードマスターのムーンウォッチ 42mm をバイオセラミックケースで、なんかこうバイオ系のなんかセラミックっていうところなんですけど、でクォーツで再現したものなんで、いわゆるスピードマスターよりはかなり軽く仕上がってますっていうのと、このベルクロタイプのバンドがついてスピードマスターっていう感じですね。でこのコラボに関しては何の不思議もない。最初にお話しした通りで同じグループ内で、スウォッチグループ内なんで、だからそのグループ内でコラボしましたっていう感じですよね。でこれを買った人たちがここから将来的にオメガの時計欲しいよね、スピードマスター欲しいよねみたいな感じになっていくっていうところで作ったものですね。でちょっとこの辺もね、最近思い出話多すぎる。僕大丈夫？思い出話してなかなか聞けない話なんだよ。本当ですか。でいくとね、ちょっとこれ非常に懐かしくて、もともと先ほどスウォッチができたのは1983年っていう話があったじゃないですか。
でまあスウォッチその当時にやっぱ盛り上がったからスウォッチって出てきたんだ、こんなのスイス製でこんな時計出てきたんだ、安い時計がってなって、で僕らファッション系が好きだった人間が一番意識したのはやっぱりキース・ヘリングとのコラボ、1986年出たんですけど普通にビームスとかで売ってたんですよ、はい、それがその後値段爆上がり爆上がりした。スウォッチにプレミアついたんですよ。だからあの頃なんか売ってすぐのものにそんなプレミアつくってなかったんだよ、そこまで。で今のプレミア価格プレネとか二次流通の先駆けって僕スウォッチにあるんじゃないかなと思ってですね。なんでかっていうとキース・ヘリングが出てその後にスウォッチがスクーバっていうのとクロノって出したんです。要はクロノグラフですよ。もっとポップな派手な色のそれバカ売れ。そこで今でいう転売屋がいっぱい出てきた。その時は海外行って買い付けてきたりしてそれを日本でプレネつけて売ってたんですっていうのがいっぱい出てきて、でちょうど僕らがスニーカーを買い付けし始める、あれも今言ったら転売みたいなもんじゃないですか。スニーカーを買い付けし始める直前がスウォッチだったんですね。で動いてる子たちがいっぱいいたんですよ。で僕らがスニーカーをやり始めてスニーカー見つけてきだしたらそれ面白いって言ってそういう子たちがわっとスニーカーの世界に入っていて一気に荒らされた感じになっちゃったんです。で僕らやめちゃったんですけどスニーカーでその後その人たちが何人かは今でいうその後の裏腹でスニーカーショップ開きましたっていう感じで今のスニーカーブームにつながっていく源流の大元のところにスウォッチあったよねっていうのを思い出しましたっていう感じですね。なんかその流れが今ますます加速して大きくなってってるよねっていう感じですかね。あれからそろそろ35年ぐらい経つんですかね。っていうところで僕もスウォッチ買ったのって多分それ以来ぶりぐらいだと。というところで買ってみたオメガ×スウォッチのコラボです。軽いしいいんじゃないですかねこれね。だし、オメガしてるって言えますし、以上スピードマスターとか書いてありますね。こっちにはオメガ、内側にはオメガです。外に見える方はスウォッチになってますね。これ逆にしてもいいかもしれないですね。別にそこいらないけどそんなにオメガ愛もないんではいという感じの時計でございます。でね本当はねこの後もう一個最近の時計業界最大の話題といえば5月半ば大行列できたの覚えてます？知らないの？知らない？もう各自世界中大行列。知らないの？知らない？スウォッチ×オーディマピゲロイヤルポップ57,000円ぐらいだった。今多分プレネで30数万円っていうマジでスウォッチとオーディマもう大行列あちこちで、これ何かっていうとオーディマピゲ自体も最近ちょっとファッション系でも昔からなんか80年代ぐらいのにめっちゃ流行った時計ってイメージあるんですけど、またちょっとその辺ねやってる人たちも出てきてる感じなんですけど、それとのコラボだからこれはオメガスウォッチグループではない会社とコラボして組んだっていう感じなんですけど、であれですよロイヤルポップ腕時計じゃないすらない要は見た目ストップウォッチですよあんなの昔の体育の授業で先生測ってくれたストップウォッチみたいなそれが派手になったみたいな感じですよすいませんね口悪くてねっていうのが今30歳でも気をつけないといけないのがこれスウォッチ限定商品って言ってない限定商品って言ってないんですよ。言ってない。初っ端だから同時発売しましたけどゲリラ的にどんどんいろんなお店にまだ入れていきますって言ってるんですよ。一応数ヶ月とは言ってるんですけど今30数万ついてますけど全然新品で買える可能性があるっていう感じですね。これで僕海外行ってこれ海外で買ったんですけどそっちの店行ったら表にずらっと置いてあって売ってるんですけど今は売ってないですって言ってました。どっち今売ってないそれは展示用で置いてたんですけどでもまた入ってきますみたいな話してたんでだから注意した方がいいと思います、でもお店の人はいつ入ってくることが一切分かんないって言ってました。おまけに、別に首からかける時計とかいらなくないです。元も子もない。いや本当で首からかけるんだったらこっちがいいんじゃないですかねっていうところでね1980年代もう一回思い出しましょうっていうフレーブさんの写真を今入れた感じなんですけどやっぱ元祖これでしょと首からかけるといえばね、石川さん好きだったんですよね。大好きパウリュケナミ見ましたもん
実際日本でライブ。マジですか？もちろんもちろん大好きだったパブリックエネミーね。懐かしい感じで、はい。続きまして同じく5万円予算ギリギリのところでいきます。これ写真でまたご紹介させていただきます。ハミルトンカーキフィールドメカニカル 38mm ハンドウォンド H69439933 75,700円でございます。まあ本当にこうカジュアルな格好をするときにこれ以上似合う時計ないんじゃないっていうようなハミルトンの時計でございます。いわゆるミリタリーウォッチですね。で手巻きの時計なんですけれども、手巻き時計っていうのもなんかこう一日のこうリズムを作るに良くないです。朝キュッ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 と巻いて、でこれ一応手巻き時計の中で優秀で80時間のパワーリザーブっていうことなんで、1回巻いとくと80時間ぐらい持ってくれるっていうところだから、週末保険の時計しますよっていう時にも月曜日またそのまま動いた状態ではめれるみたいな感じなんでいいですよねっていうものですね。大定番中の定番の時計ですし、それがまだ高くなったとはいえ10万以下で買えるっていうところでね、素敵な感じで、だからハミルトン買ってこの辺買えますからね、全然ね、この辺とかこの辺だったら買えるんで、で10万円ですよ、10万円あれば。なんでおすすめの時計として挙げておきたいと思います。続きまして10万円予算いきましょうか。8万円から17万9999円。この価格予算がどれぐらいのもんかっていうと、もうここは一択だろうなと。何かアップルウォッチ。もうこれになるでしょう。もうで今10万円ぐらいで買えるちょうどいい時計っていうのもなかなかない。でこれ今これちょっと後でまだプライス別のゾーンになるんですけど、エルメス版なんですけれども、例えば 42mm、 僕今小さめがいいと思ってるので 42mm 最高ですっていうところで、これのチタニウムにいわゆるミネラーゼループとか辺のシルバー系のループとかつけると12万2800円ぐらいになってくる。ストラップちょっと変えてあげると大体今10万円台ぐらいになりましたよねっていうところで、このぐらいの予算ですっていうところでなんですけど、腕時計の役割って何って言った時に腕につける情報端末ですよっていうことを考えると、こうなっちゃいませんっていうのが答えなんだろうと思うんですね。でこれがあることによってスマホを取り出す、タイミングも少なくなってきますし、いろんなことができる。で今非常に大切なところでいくと、もうこれヘルスケア機器としてつけてる人も非常に多い。僕も1回だけ前も言ったかな、ペルー行ってリュックの中にドローンと一眼と70-200のレンズがバンバン詰めて、カメラ2台とで撮影行ってて、でコットンの畑、砂漠のコットンの畑回ってる時に初めてアップルウォッチが危険な心拍かなんかですって言って通知くれて、もうフラフラになってて、やっぱそういう意味での自分の緊急事態も知らせてくれるとかですね、そういった意味でも非常にいいですし、早くこれにね血糖値が見れる機能がついてほしいなっていうのがなかなか難しいなと思うんですけど、それがついてくれると中年世代みんなね狂気乱舞するような時にますますなっていくんだろうなと中年の狂気乱舞していくんだろうなというふうに思っておりますっていう時計ですよね。で10万円予算結構本当難しくなってて、今買える時計っていうところで、ちょっとまたねキワモンといいますか、マイナーに走るなんて言うといてマイナー走らせてもらう感じになるんですけど、一本紹介させてください。これ何かっていうと、イエマスーパーマンヘリテージってスーパーマンなんですよ。でこの辺の時計僕が持ってるのはちょっと前のモデルなんで、今別のダイバーズウォッチ系でこの辺がスーパーマンっていうシリーズがあるんですけど、よくセールにかかってる、しょっちゅうセールにかかって、それだと15、6万でセール価格で買えます。で僕ね2021、2年にこれ買ったんですよ。結構最近なんですよ。その時6万ぐらいで買えたと思う、セールで。これでこれ何っていうとこなんですけど、パッと見そんな悪くないですよ、遠くから見ると。ね、でエクスプローラー2みたいな感じとか、サブマリーナっぽいちょっとケース小さめの時計なんですけど、イエマって何っていうと、もともとフランス最大の時計メーカーだったメーカーなんですね。で今はだいぶ規模小さくなってしまってるんですけれども、というブランドで自社開発でムーブメントも作ってる会社ですと。で昔はねセイコーも出資して一緒にやってたんですっていう会社で、いわゆるこれモルトーっ
っていうエリアなんですけど、モルトーって何っていうともうギリギリスイスギリギリ、なんでジュネーブとバーゼルの間ぐらいにあるんですよ本当に。だから時計の聖地の中間ぐらいに位置するフランス側で、そのエリアで時計を作ってます。やっぱりどうしても水がきれいなところになったりするんで、ね、国境線が引いてあるだけでほとんどフランスかパリスイスか分かんないようなエリアですっていうところで作られてますと。でもともとモータースポーツ系の時計が得意なんでフランス軍にも供給してたりとか、あとはフランスの宇宙飛行士も使ってたりとかっていう感じだったら、あとレース系の人たちが使ってるみたいな感じの時計、パイロットが使ってる、空軍が使ってるのかなっていう時計が多いですっていう。でもう一個これは公式に歌ってるのかな、もともと今めっちゃ高い時計リシャール・ミルってわかります？キラキラのやばい時計のリシャール・ミルって自分のブランド始める前の前がここのイエマの海外担当のセールスだったんですって。っていう会社ですっていうものでございますっていうので、そこのスポーツウォッチ系の代表、これがスーパーマンネーミングがやばくていいでしょ僕が持ってるこのモデルに関して今ちょっとないんですけど、これ GMT です。GMT ダイバーで、ダイバーウォッチでこれ 300m 防水なんですよちゃんと。300m 防水って本当にいわゆる酸素ボンベ背負ってガンガン潜れるための、いわゆるあれサブマリン弾と同じ規格なんでが積んであって6万円で買えたってめっちゃよくないです？ GMT 積んでて、で6万ぐらいで買えた。なんでこれ買ったかっていうと、海外出張行く時でアプローチとかもちょっと後で話するんですけど、アプローチとかもいいんですけど、やっぱりね GMT の方が便利な部分があるんで、そういった意味でいいのと、ガンガン使えるだろうと、これ丈夫だろうし、で水の中入っても大丈夫っていうところと、6万円ぐらいだったら最悪忘れてきてもまだ納得できるかなと。それ何十万とかなっちゃったり100万超えたりするともう絶対諦めきれないじゃないですか。であとその泥棒に遭うとかって危険が出てくるので、これだったら大丈夫だろうっていうので買ったものですね。で今ちょっとお話ししたその GMT ウォッチについて若干お話しさせていただいていいですか。これ僕の大好物なんで、大好物。時計は GMT が一番好きっていう感じでございます。GMT って何かっていうと、基本的に針が4本ついてます時計だと思ってください。それは何かっていうと、いわゆる単針時針と分針長針があって、で秒針が必ず時計があって、だいたい3本ぐらいが標準なところにもう1個 GMT 針っていうのがついてますと。でこの GMT 針って何っていうと、この針が1周すると24時間で、いわゆるこの単針時針が指しているのと違う時間をもう1本指してくれますよっていうものですと。じゃあこれはどう使うか。例えば海外出張に行きますよっていう時に、この GMT 針を日本の時間にしておきましょう。で普通の単身時針でその現地の時間に合わせましょうっていうことを例えばやるとすると、24時間なんで、今日本が昼の何時なのか夜の何時なのかとかが一発で分かると。で現地の時間が分かる。で例えば後から紹介するこういう時計、これはダメなんですけど、これの2とかだとそれで2つの時間指すプラス周りのベゼルが24時間表示になってるんで、これを回しておくことによって3つの国の時間を表示できますみたいな時計なんですね。もともとパイロット用とかに開発されたんですけど、海外出張に行く人にとってはめっちゃ便利ですと。なぜか、例えば Apple Watch、多分スマホの方でいじれば時間変更できるんだと思うんですけど、現地つかないと時間変わってくれないじゃないですか、現地のスマホが時間つかまないと。あと電波時計って最近よくあって、電波で正確な時間受けて、あれもその場所行ってちょっと時間経たないと時間変わらない、でもこれって事前に GMT 針合わせとくことができるんですよ。そうすると何ができるか、もう飛行機乗ってる時から現地の時間の気持ちになっておける。でもこれ時差ボケ対策としてめちゃくちゃ重要で、もうだから現地着いたら、例えば今日本の時間の夜でも現地昼の12時か、昼の12時気分でいようと思って起きてバリバリ活動しないとなっていうので、本読んだりとか映画見たりとか飯食ったりとかする、コーヒーガンガン飲むとかっていう感じの過ごし方ができるんで、そういう意味でいい。で現地行った時に日本に連絡しないとな、今何時だっけかパッと分かるっていう意味でも非常に便利な時計っていうところで、僕の人生のテーマ旅なんで、そういう意味では GMT 時計が好きですっていう感じで、これも、そのための GMT として買いましたし、これも言ったら GMT ですね。世界4カ国示せるみたいなところで。でここにね1個ちょっとね
何それっていう時計を置いてるんですよ。このほぼ G-SHOCK なんですけどG-SHOCK のでかさでステンレスだからめっちゃ重いんですよこれ。今日一でかいですか？今日一でかい、間違いなく僕持ってる時計の中で一番でかい、めっちゃ重いんですよ。これ何かっていうとセイコーのプロスペック、正確にはプロスペックスかなのキネティック GMT ダイバーっていうで海外向けのモデル、これはね SUN019P1 っていうモデルなんですけど、要はキネティックって言ってこう自動巻きみたいな感じでクォーツの発電してくれるっていうやつですね。っていう時計で、いわゆるダイバーです。この辺は 200m だったかな、 200m 防水になんですけど、いわゆるもう見た目ダイバーバリバリじゃないですか、なんですけど GMT バリついてるっていうところで GMT ちょっと今見えにくいんですけど GMT もついてるんで二角表示、時間の二角表示できますよっていう時計なんですね。でこの前も1個持ってたんですけど、それ僕海外に置き忘れてもあんまりこう後悔しないようにって言ってますけど、完全に海外に忘れてきた。それサンフランシスコのホテルに忘れてきたんですけど前のモデルを忘れてきてるっていうのがあるんで、必ず忘れるもんだと思ってそういう時はしていかないといけないんですけど、そういう時とか、あと結構僻地行くんで変なとこ行ったりするんで、そういう時に安心して使える時計として買ってるものですねっていうのが GMT でした。じゃあ20万予算いきましょうか。20万予算で買うべき時計はまたまた Apple Watch ですにさせてください。この辺10万から20万予算って今ね買う時計ほんとなくなってきてる。半端な価格。もちろんあるんです、時計ブランドみたいなのが。ただしそれに手を出すんだったらこの辺でいいかなと思っちゃうっていうところで Apple Watch を数年に1回買い替えるぐらいのサイクルでいいかなと思います。でこれエルメスです。でエルメス何が違うのっていうところもひどい話ですけど本当に中の表示できる文字盤がいいだけじゃないですか、言ったら。あと箱が豪華とか、それで価格差だいぶあるっていうのはひどいんですけど、文字盤がこういうエルメスの文字盤にできますよねっていうところですよね。っていうのと、ベルトに関してはこれどっちでもつけれるんですけど、一応エルメスのベルトですっていうので、これエルメスショップでもちゃんとアップルウォッチコーナーがあるんで、エルメスのお店でも買えるっていうものですね。で僕今は、このゴールドっていうレザーのベルトとブラックやってて、本当はもう一本欲しいやつがあったんですけど、今ちょっと手に入んなくて。でネットだから買えるのかなみたいな感じなので、でもベルトで12万ですからね、嫌ですけど、それも買って、そうすると30万予算ぐらいの感じになってくるんですよね。確かにほぼベルトねという感じになっちゃうんですけど、で今やっぱこの 42mm のサイズ良くないです、男性がする。それ見ていいなと思いました。ただねベルト注意しないと、僕そう太ると手首って太るんですね、やっぱねむっちゃ細かった。当たり前のこと。やっぱ手首もそんな太るんだと思って、手首結構太くなってる。昔の時はパツパツになってますもん今。昔はここ血管ムキムキ見えてて、看護師さんになんて注射打ちやすい腕とか言われてたんですけど、よく見たら全然見えないですもんね今血管その分やっぱ手首も太くなってんだっていう感じで気をつけないと、結構ベルト合わないなら 40mm だと、負けないやつとかあるんで、そこは注意しましょうって感じですけど、で42mm のサイズが今はそういう小さめの時計がいいかなっていう感じです。で続いて30万予算いきましょうか。さっきお話しした通りで、ここにスタッツ打ってるベルトが12万いくらするんで、それを合わせると30万ウォッチだとも言えるんですけど、30万ウォッチちょっとここもね今中途半端な値段になっちゃったなと思いますっていうところでいくと、先ほどお話ししてたベンラスタイプ1ミルスペック32万1752円っていうのがいいかなと思います。ベンラスタイプ1、先ほどお話ししてました通り、ベトナム戦争の頃に米軍に対して配られてた時計です。で特殊部隊グリーンベレーネイビーシールズの人たちがやってた時計ですね。で僕がタイプ1好きっていうのは、これは文字じゃなくてドットというかサークルで文字盤が表現されてよりシンプルになってます。で実際グリーンベレーとかネイビーシールズの連中もタイプ1を好んだって言われてます。と今もう一回作ってますっていうところで、新しくなった会社で 370m ボスなんで本気のダイバーズウォッチとして使いますっていうのと、ムーブメントは、スイス製の自動巻きになってます。でこれさっきから話が出てきてるスウォッチオメガのグループ
オメガグループのムーブメント会社なんですけど ETA っていうところの ETA2892 っていうムーブメントが使われてますっていうことで、このムーブメントはオメガとかカルティエとかみんなが使ってる安心感安定感のある丈夫なムーブメントっていうところらしいんで、その辺でも安心できるよねっていう感じで、僕が持ってる本物って普通時計って裏から開けるじゃないですか、でも文字盤側から開けないといけなくて、それが専用工具必要でなかなか修理難しいんですけど、これはちゃんと修理もしやすくなってるはずなんで、メンテナンスの面で安心ですっていうところですね。そのメンズファッションで好きな人でジャングルファティーグとか最近みんな作るようになっていろんなブランド出しても、ジャングルファティーグつけるんだったらベンラスつけようよっていう感じですからね。そういうなんだそうなんですよねっていう時計でございますっていうものですね。続きまして50万円予算。こうなってくるとギリギリちょっと皆さん欲しがる時計買えるかなっていうところ、でももうこの辺のプライスゾーンでもスイス時計の新品に関してはほぼ無理になってきたんで、中古で探しましょうねっていうプライスでございます。でその辺あたりでファッション系の人がつけるブランド時計って何っていうと、その代表格の一つ、大きく2つあるから、一つは時計メーカー、一つはアクセサリーブランドっていうところだと思うんですけど、その一つであるカルティエ、これはタンクリバンっていうのの 32mm。 今これゴールドはもうちょっと高くなっちゃってで、今50万予算無理なんですけど、これのシルバーのタイプだったら50万予算ぐらいで中古が買えますっていうものです。カルティエっていうブランドはもうラグジュアリーな宝石メーカーなんですけれども、いわゆるそういうアクセサリーメーカーの中で時計を本気で買うとなると、ここかなという感じですよね。で時計に本当に評価があるというか、そのデザインの美しさだったりとか、そのエレガントな感じっていうところでいくと、やっぱカルティエが代表格になってくるようになって、もちろんエルメスとかいろんな他のブランド、レディースでいうとシャネルとかも人気ありますけど、エルメスとかもあるんですけど、やっぱりだと同じ値段出すんだったら時計はカルティエの方が良くないっていう感じがやっぱしちゃいますよねっていうところですね。さっきその定番選びましょう、変にマニアックなものとか選ばなくていいですよって言ってたのの一つ、こういうやっぱカルティエみたいな定番のブランドがいいと思います。と言いながら、ちょっとひねりの効いたデザインのタンクを紹介しております。でこれもう製造中止になってます。リバン、長いスって意味らしくて横長の時計です。なんで僕この時計が好きか、はめてみると分かってもらえるかな。ちょっとこのね、時計自体の太さとバングル、ベルトの太さでバングルしてるように見えません？アクセサリー感がレザーバングルしてる感じに。これがいわゆるこの辺の時計だとフォーマルでもできるぐらいの時計なのに、若干ロック感出ませんこれ、っていうのが大好き。確かになんかすごいファッションって感じ、なんでこれ本当スーツの袖口から覗くもいいし、 T シャツにこれ、黒い T シャツにこれ1個つけてるとかめちゃめちゃかっこよくないですっていう時計ですっていうものですね。これまだそのシルバー系だったら中古探すと50万円ぐらいで買えると思うんで、かなりおすすめの時計です。もちろんタンクとかもいいんですけど、コーツだったらそれぐらいで買えるものですね。もう一つ、僕はあんま文字盤ごちゃごちゃいっぱいある時計が好きじゃないんですけれども、定番の時計、ファッション業界でもしてる人めちゃくちゃ多いよねっていうところでいくと、オメガスピードマスターのこれマーク40っていうの AMPM という40周年のを記念して作られたモデルです。今はね、もう新品100万超える感じなんですけれども、これ1997年のもので、1957年かに、スピードマスターが発表されて、そこから40年経ったっていうところで、なんかちょっとポップなカラーリングとかにしてあるんですね。でこの辺だと中古でまだ50万円予算があれば買える感じなんで、なんでそんなに百何十万とか出さなくても、数いっぱいあると思うんで、こういうもの買われてはどうですかねっていう感じですね。サイズ、ケースサイズも非常に小ぶりな感じで、今もうちょっとでかくなってますよね、スピードマスターがね。なんで小ぶりな感じでしてもらうのにちょうどいい感じですよね。ただクロノの機能ってまともに使ってる人絶対いないでしょ。スピード測るとか。大きな測り方として、要は決まった距離の中を何分で移動できた、何秒で移動できたかっていうところでスピード測るって、そんなこと絶対やらないじゃないですか。あとはなんか1時間で何個物が作れるかみたいなのを測ったりするとかっていう感じでも使えますけど、それもやらないんでいらないよねって思っちゃうんですけど
あと何測ります？でカップラーメン測るんだったらタイマーの方がいいんで、はい、そしたらこっちの方がいいじゃないですか。絶対タイマーよく使うんですけどストップウォッチってあんま使わないですよね。ああそうですね、タイマー僕はストレッチする時も30秒以上なんで必ずタイマーで設定してやってるんですけど、まあいいや。はい。続きまして50万円予算、もう一本本当はこれも写真でご紹介したいところでいくと、グランドセイコー SBGM22167万1000円、グランドセイコーの GMT ウォッチでございます。これは欲しいなと思ってて、その理由の一つがクロノスっていう時計の雑誌の編集長の広田さんが逆ぼったくりウォッチだっていうことで YouTube 逆ぼったくりウォッチこれ時計業界で使うんですから、僕聞いたことなかったんですけど、すごくお買い得な時計として紹介された時計ですっていうところでいくと、なんかその中でおっしゃってたのが、海外の時計のなんかフェアかなんか行った時に海外の時計系の人たちが2人ぐらいはめてたって言ってて、で確かにかっこいいし、この時計は僕も欲しいな、いやいややっぱエクスプローラー2買っとくべきかっていうところで悩ましい時計の一つですね。はい。で続きまして100万円予算いきましょうか。ここもね、新品の時計でいくと、国内の最高峰時計を買っていくのがいいんじゃないかなっていう感じで、あとは中古の時計に、スイス時計に関して言うと、中古でいいものを探すみたいな感じになってますよねっていうところと考えてください。で国内で最高峰のいい時計の一つっていうところでいくと、グランドセイコー SLG-H005 白樺、これで127万6000円ですっていうものですね。やっぱ作りはね、ロレックスとかに、この辺にあるの古いものなんであれですけど、比べてもこっちの方が全然いいですよ。すごい技術的にいい部分でいくと、これね、グランドセイコーが2020年に結構ね、時計の世界で衝撃が与えたんですって。はい、マニアックなとこ入るなって言っといて、その辺のお話だけ軽くさせてもらうと、キャリパーいい時計として出来上がって、本当にこのステンレスの磨き方とかもすごく綺麗ですし、ヘアと光沢のところのバランスが良かったりとか、文字盤はなんか白樺っていう感じで、これ日本を象徴するような感じでしてるんで、この辺は完全に好み分かれるところではあるんですけれども、といういい時計でございますっていうものですね。なんで本当何度も言ってますけど、日本製のいい時計を買いたいと思った時には、この辺がその選択肢の筆頭に入ってくるところかなっていうふうに思いますっていう感じです。はい。で、あと100万円予算。これ、買おうと思って僕買い忘れてた時計でございますっていうところで。ごめんなさい。海外で安い値段で結構売ってて、いくつか。日本だともうちょっと高いのに。っていうところで、100万円以内で全然買えそうだったんで、結構買っといて皆さんにご紹介しようかなと思ってた僕大好きな時計なのに、なんか買おうと思いながらいつも買ってなかった。そういうのって早く買っとかないといけないよねっていう後悔を込めてご紹介するロレックスエクスプローラー2 16570っていう3世代目ですね。でエクスプローラー2っていうのがどういう時計かっていうと、もともとこの後紹介するエクスプローラー1っていう探検家向けの時計があります。もう探検家っていうところで惹かれちゃってダメなんですけど、もう僕の子供時代のね、憧れの、大好きワードなんで、探検家のための時計スポーツウォッチ、それの2ですと。で1をつけて、エベレストに登ったりとかいろいろあったんですけれども、極地に行く人たち、北極南極みたいな、そうすると白夜になってしまって、今が何時、昼なのか夜なのかも分かんない、でいつなのか分かんないみたいなところで、エクスプローラーの問題だったまず日付がないっていうところと、12時間なんで何時か昼か夜か分かんないっていう問題を解決するために GMT バリをつけてデートをつけた時計ですと。でそれが暗いところで探検しないといけない人たちにもいいよねっていうところで、洞窟探検向けとかっていう感じで売られてる時計です。ただしスポーツウォッチの中で一番人気ないのかな、ロレックスのスポーツウォッチ系の中で僕大好きなんですよね。デザイン的にはね、この辺がそれに近い感じではあるんですけれども、っていう時計ですっていうところで、それが1世代目、2世代目で3世代目になったのがこれ16570っていうモデルですね。でこれだと作ってた期間も長いし、デザイン的にも、バランス取れてる、その後文字盤大きくなったりするんでっていうところで非常に
好きな時計ですっていうものです。うん、で、GMT なんで海外出張にも便利ですよっていう時計なんですけど、国によってはつけていけないよねっていう感じですね。じゃあ100万円より上行きましょうかっていうのが、かつて、40万ぐらい出したら十分買えてたロレックスのスポーツウォッチが今もうこのぐらいのプライスになったんでっていうところでいくと、この辺今は200万円予算になってきたかなっていうところでございます。一つ目、ロレックスエクスプローラー。これはレフ1016、いわゆる4桁品番と言われるちょっと古いモデルですね。80年代からファッション系の人たちがする時計最高峰何っていうともうエクスプローラーだった感じです。本当に小ぶりでかっこいいシンプル、もう時計のステンレス系時計のミニマルを追求したようなデザインっていうところがめちゃめちゃかっこいいのに加えて、でストーリーがいっぱいこの中に詰め込まれたマスターピースとしての時計です。ベーシックなものを選びましょうねっていうところではこういう時計かなという感じがします。一旦価格も天井まで来たかなという感じがあるんですけど、そんな落ちるものでもないと思うんで、資産的な価値みたいなところでいくと、まだ上がる可能性は少し残されている古いものなのでどんどんね数は減っていくものでしょうしというところでいくと、持っといてもいいんじゃないかなという感じの時計だと思います。というところで、あと200万円予算でいくとすごく価格が急上昇したところでいくと、数年前、10年経たないぐらいの10年ぐらいかな、10年ぐらい前から爆発的に値段が上がって、最後遅れてやってきた時計みたいなところで、これも安かったんですよ、この辺の時計も。というところでいくと、ロレックスの GMT マスター、これ4桁品番1675って言われるモデルですね。昔でいくとこれとサブマリーナっていうダイバーズウォッチ、あの辺も200万ぐらいに今なってると思うんですけど、サブマリーナどちらかを持つかみたいなのが日本のファッション業界のもう伝統みたいな感じだったんですけど、僕はそっちはそんなにサブマリーナダイビングしない、水怖いんでダイビングしないっていうところでいくとどっちかというと旅がテーマなんで、僕が選ぶ時計は GMT だろうっていうところで GMT マスターにしておりましたっていうところのものです。でこの辺結構安かった、いわゆるペプシ缶といわれる青と赤の2つですね。でこれちょうど日本で使ってて、結構ずっと使ってた時計という感じではございますっていうので、この辺もやっぱもう今200万円ぐらいになってきたなっていう感じの時計ですから、200万オーバーぐらいになってきたなっていう時計なんで、この辺を1本持っとくっていうのは悪くはないんじゃないかなっていう感じはしておりますっていうところでございます。でさらにもう少し上の予算になっちゃうかなっていうところで、一番最初にお話しした時計3種類ぐらい持っておきませんと、カジュアルにもするものとスマートウォッチと、あとはちゃんと冠婚葬祭とかフォーマルな場でも使える時計っていうところでいくと、やっぱりこれになるよねっていう定番中の定番、パティックフリップカラトラバ。これは 7119J010 っていうモデルです。これなぜそんなに評価される時計かっていうと、もちろん僕機械のこと分かんないんですけど、機械的にも素晴らしいものがあるっていうのと、やっぱりこの今の腕時計の形を作り上げた、これがオリジナルですみたいなところですよね。もともと訓録って呼ばれたパティックフィリップが1930年代に発表した時、それがあまりにも完成度高くて美しかった。それまでの懐中時計から腕時計っていうところに流れる時に、この非常に薄いところと装着感が非常に素晴らしいっていうところで、世界的な腕時計のマスターピースになったっていうものですね。それが1980年代ぐらいにもともと通称だったんですね、カラトラバって。これスペインの騎士団の名前らしいんですけど、それをパテック自体が正式採用して、今もう高級時計の代名詞になっているという時計ですね。これもね、大きさの問題をお話しするんですよ。これ31ミリっていう計サイズ。この小さいのちょっとかっこよくないですか？かっこいい。エレガントでよくないですこれ。っていうので、この繊細なベルト幅の狭さも含めてかっこいいな。いいですよね。でこれやっぱりちょっとフォーマルな場ではこ
この辺の時計が袖口から覗いてくれるっていうのがかっこいいんじゃないかなっていうふうに思いますっていうところで、これとなんかスポーツウォッチ系1個、それこそ安くてもこの辺でもいいと思うんですけど、こういうものとアップルウォッチぐらいの3つぐらいがあるとか、なんか別にスポーツウォッチ系とかカジュアルなもの、こういう安いものでもいいと思うんで、みたいな感じの3本ぐらい持ってるといいかなっていう感じかなと。でこれ以外にもちろん時計メーカー、高級時計メーカーいっぱいあります。それこそ今やバシュロンコンスタンタンでしたっけ、呼び方。もうバセロンコンスタンチンでいいじゃんと思うんですけど知らない間にそういうふうに呼び名変わってたりとか、あれと同じですよ。ビルケンシュトックなのかバーケンストックなのかみたいな感じで変わっちゃってますけど、とかいろいろありますけど、でも別にね、その辺手を出さなくていいんじゃないかなと。というところでご紹介してまいりました時計特集でございました。はい、参考になったのかどうかは分かりませんが、この辺の中から1本選んでいただいて、次の皆さんの時計選んでいただくのが、ファッション文脈的にちょうどいいんじゃないかなというふうに思っておりますという感じです。まとまったまとまった今ので、本日のまとめ終わりましたね今ね。まとまっちゃったよ、ちょっとだけマイナーなブランドっていうのも入れましたけど、基本的にはメジャーどころで片付けた感じかと思ってます。片付けたって表現悪いですけどね。でもなんかやっぱ結構いろんな YouTube 見てもファッションの文脈でそんなに語られてる動画ってこれまでなんかそんななかった気がするんですね。そうですよね。なんかどうしても時計中心で語っちゃう感じが、今日時計中心で語ったんですけど、一番重要なポイントってなんか時計さらっとしてるのが一番かっこいいじゃないですか。なんかそこに主張がありすぎるっていうのはやっぱりなんか違うな。アクセサリー感覚でさらっとつけてるのか、いや、時計時間分かりゃいいからみたいな感じでさらっといい時計つけてるかぐらいの感じぐらいがやっぱりかっこいいかなっていう気がどうしてもしちゃうなっていう気がするんですよね。なんかね、いまいちちぐはぐな感じ多くないです。わかります。そこは避けたいなっていう感じがしますよね。いやー、長かった。話長すぎましたね。いやだって石川さんすげえな、何でも喋れるんだ。いや喋れない。僕ムーブメントのこととか分かんないですよ。時計好きは本当の時計好きなんですよ。その辺でしょ、みんなもうその見た目とかどうでもいいから、その辺の話聞かせてくれっていう感じとかね。超絶技巧の話を聞かせてくれる、そっちだと思うんですよ。お前はトゥールビヨンを一本も紹介しないのかとか、そっちになると思うんですけどね。そういうのあんまりそれよりもね、なんかファッション的に見た目可愛いかとか、なんかちょっとストーリーは面白いものがあったりする方がいいと思うんですけど、でも本当このカルティエとかめっちゃいいと思うんですよ。いやそれ僕一番かっこいいと思った。これはめた姿やっぱめっちゃかっこいいでしょこれ。エリさん買う？ちょっとこれゴールド多分150万ぐらい出しゃ買える。120、30万。120、30万。買えると思う。多分。MacBook Pro 2台買おう。MacBook Pro 2台買おう。128ギガぐらいの MacBook。可愛いでしょこれ。めっちゃいい。なんかと言いながらほぼこれしてますけどね。ほぼ365日。この間ピクセルウォッチ使ってたけどね、365日中363日ぐらいこれつけてて、あと2日してないみたいなことに今なっちゃってますけど、つけ忘れてるとかそんな感じになってますけどね。皆様チャンネル登録、高評価、コメント、そしてベルマーク&ハイプ、どうぞよろしくお願いいたします。早く10万人超えさせてください。お願い申し上げます。